れが終わらないと休めないんです。寝てはいけないんです。一心不乱に掃除をする私の手を止めて、義父は私に聞いた。食事はしないのかい？私は義父の言葉に思いっきり笑顔を作ったつもりだが、義父には悲しそうに歪んで見えたらしい。お母さんに言われてます。真相を知った義父が何やら大きな声を上げていたので、私は大変なことになるかもな、と思いながら目を閉じた。私の名前はかすみ、会社員として働く、結婚して半年ほどの28歳の主婦だ。夫のケントは30歳のサラリーマン。私たち夫婦は夫の母親の強い希望で、夫の両親と妹が住む家に同居していた。ああ、汚い。ここのどこを掃除したっていうのよ。目が見えなくなってるんじゃないの？義母はほんの少し拭き残しを見逃したことを大げさに責め立て、家中に響き渡る怒声を上げた。義母は病的な潔癖症だったようだ。それが終わったら昼食の支度しちゃってよ。義母の大きな声に驚いた私がそっとリビングに入っていくと、義父が強く雑巾を握りしめて去っていく義母を見つめていた。私は義父に近づいていった。昼食はお母さんにサンドイッチだって言われてます。私が作りますから、お父さんは休んでいてください。義父は私の顔を見ると、ふっと表情を和らげていった。ありがとう。いや、いつも妻の大げさな怒鳴り声には驚くだろう。あいつは昔から気性が荒くてね。少し罰が悪そうにそう言うと、義父は少し心配そうに義母に辛く当たられていないかと聞いてきた。それは大丈夫です。私は笑顔を作ってそう言ったが、実は義母には同居を始めた当日にこう言われていた。いい？この家の掟は私がダメだと言ったら絶対よ。夫があなたに何と言っても私にすべて確認すること。いいわね。背の高い義母が前のめりになって背の低い私にそう言った。モデルのような体型の義母は170センチくらいあって、義父より6歳年上だそうだ。150センチしかない私を鼻で笑って、陰で義妹と2人で私をチビと言っていることは気づいていた。義妹のミナは27歳で、なんだかよくわからない仕事をしていた。夫によると、正社員として仕事をしているわけではなく、アルバイトを転々としているという。義妹もスラッとした背の高い痩せた体型だった。あなた、その身長で、もしかしたら体重が重すぎるんじゃないの？ある日、義母にそう言われ、私が何も言えずにいると、勝手にこう決められてしまった。一日の食事を1000カロリーまでにしなさい。チビな上にデブな嫁なんて、近所の人に恥ずかしいわ。私は決して痩せてはいないが、そんなに太っているという自覚はなかった。夫に言われたこともなければ、服のサイズも M だし、ダイエットするほどではないはずなのだが、この家の掟は私だって言ったわよね。義母にそう凄まれて、私はうなずくしかなかった。義母は年齢差もあるのか、義父に対しても平気で高圧的な態度をとり、休日になると家の掃除や買い物など用事を言いつけていた。最近の母さんは少しひどいな。二人の中で何かあったのかもしれないな。もともときつい言い方をする母親には慣れているはずの夫も、この頃の母親の切れっぷりには驚いていた。なんだか家の中がギスギスしているのは、私は自分がこの家に同居したせいではないかと気にしていた。そんなある時のこと。仕事で海外赴任が決まった。来週には向こうに行くことになったから。夕食の席で義父がそう言うと、義母がテーブルを叩いていった。なんですって？あなたが海外へ行ったら
庭の掃除やキッチンの油汚れ、誰が掃除するのよ。義父は義母を睨んで言った。仕事なんだから仕方ないだろう。家の掃除なんか業者に委託すればいい。義父はそう言って食器を手早く片付けると、食事を続ける義母を横目で見ながら言った。それだけの稼ぎは十分渡してあるはずだぞ。義父はその後、まるでこの家から逃れるように海外へ行ってしまった。もしもこの家で辛いことがあったら遠慮しないでケントに言いなさい。家を出る前に義父は振り返って私にそう言ってくれた。ところが、俺も地方に転勤が決まったんだ。かすみ、一緒に来るにしても会社を辞めなくちゃいけないよな。義父が海外赴任で家を出て間もなく、夫にも転勤の辞令が出たらしい。その話を聞きつけた義母が言った。お父さんに続いてケントまで？こんな大きな家にミナと二人で暮らすなんて、なんだか不安だわ。義母と義妹なら、たとえ空き巣が入ってもやっつけてしまいそうだったが、不安だという義母の本音を聞いて、私は少し気持ちが揺らいだ。それは夫の転勤についていくには、夫が言うように会社を辞めなければならない。新卒で入社して以来、ずっと勤めてきた会社なので、急に辞めるのは心が痛んだ。かすみさんは私たちとこの家に残ってちょうだい。義母が私の心を見透かすようにそう言ったので、私は思わずうなずいてしまった。その瞬間、義母と義妹がさっと視線を交わして薄笑いしたことにも私は気づかなかった。本当に大丈夫か？もし何かあったらいつでもこっちに来いよ。俺もなるべく帰るから。夫はそう言って早速赴任先へ引っ越していった。夫と義父がいなくなった後の生活は詳しく思い出せないほど過酷なものだった。それは義母と義妹による完全ないじめだったと今なら言えるが、当時はそうしなければならないと思い込んでいた。朝食前に玄関と庭、家の周辺の掃除をしなさい。夫の実家は家も大きかったが敷地も広いので、一口に掃除といってもかなり大変だった。早朝5時に起きて義母に言われた掃除をして朝食の準備をすると、義母が来て掃除がなってないとまくし立てられた。翌日からは4時に起きてそれらをやり朝食を用意すると、義母に笑ってこう言われた。今日は和食の気分なの。作り直して。義母の言葉に義妹が爆笑して言った。私は洋食がいい。でもハムエッグじゃなくてスクランブルエッグにしてよ。あとオレンジの生ジュースもね。私はあと1時間ほどで会社に行かなくてはならないので、全てはできないと2人に言った。うるさい。いいから私の言うことを聞け。もう話にもならず、私は2人のわがままに付き合いきれないと思っていた頃、義母が私に言った。あんた、全然痩せてないじゃない。1000カロリー守ってるの？たったそれだけのカロリーしか取らないで義母に言われた家事をこなし、仕事もするなんて不可能だ。私は下を向いて首をわずかに横に振った。すると義母が立ち上がって信じられない行動に出た。私の前にあった料理の皿をリビングの床にぶちまけ、私の顔を覗き込んでこう言った。この家の掟は私だって言ったでしょ。この時の義母の表情はとても恐ろしく、真顔になって動けなくなった私を見て、義妹が甲高い笑い声を上げた。ママ怖すぎ。最低。もっとやっちゃえ。義妹はいつまでも爆笑し続け、母親を煽った。義母はまるで娘の言葉に乗るように私に言った。言われたことをやるまで食事も睡眠も取らせないからな。いいな。そして落とされて割れた食器とぶちまけられた料理の後始末をするように言われ、私は這いつくばるように掃除を始めた。義母のいじめはこんな風に続き、私は次第に義母に逆らうことや考えることもできないようになっていった。やがて夏休みになり、義父が
夫より一足早く帰省した。義父は赴任してすぐは仕事が忙しく、なかなか帰れなかったことを詫びた。そうよ。お父さんがいないと掃除が行き届かなくて、この人じゃ力がなくて全然ダメ。義母の言葉に眉を潜め、出迎えた私に驚いて、義父が私に言った。かすみさん、ずいぶん痩せたんじゃないか？義父は他にも言いたいことがありそうだったが、私は少し笑顔を作っただけですぐにその場を離れた。私が忙しく家事をしている様子を見ていた義父は、優雅にコーヒーを飲んでいる義母に声をかけた。おい、さっきからずっとかすみさんが一人で家事をしてるじゃないか。お前も少しは手伝ったらどうなんだ？義母はうるさそうに義父を見ていった。かすみさんがやりたいって言うからやらせてあげてるのよ。ねえ、かすみさん。私はビクッとして振り向いてうなずいた。義母がいなくなった隙に義父が私に言った。よし、じゃあ昼食は私が作ってやろう。と言ってもチャーハン程度だがな。義父が振り返って私にそう言ったが、私は返事をしないで掃除を続けた。そして出来上がったチャーハンとスープを並べ、妻と娘を呼び、いつまでも掃除を続ける私に言った。かすみさん、食事をしないのかい？お母さんとの決まりで。は？何の決まりだ？次の瞬間、私は意識を失った。最後に見たのは、義父に昼食だと呼ばれてやってきた義母の足元の赤いスリッパだった。気がつくと、私は病院で点滴を受けていたようだ。気がついたかい？今、ケントもこっちへ向かっているから。見ると、義母と義妹も病室の隅に立って、こちらを見ているのに気がついた。この人が痩せたいって言うから、ダイエットに協力してただけよ。義父はそう言い逃れをしようとする義母に厳しい目を向けて言った。たとえそうだとしてもだ。意識不明で倒れるほどろくに食べていないことに、一緒に暮らしていて気づかないわけがないだろう。なぜちゃんと食べるように言ってやらなかった？義母が黙ると、急にそわそわした義妹が言った。私はやりすぎじゃないかってママに言ったよ。でもママが太った嫁は恥ずかしいって言うから。義母が私にダイエットを強要していたことが義父にバレ、義母は明らかにハッとした顔をした。過激なダイエットがどれだけ体に悪いか知らないとは言わせないぞ。息子の嫁は娘同然だろう。もし皆が結婚した先で同じ目にあったらどう思うんだ？義父の激怒ぶりに義母も義妹も震え上がり小さくなった。その時、夫が息を切らせて病室に飛び込んできた。かすみが倒れたってどういうこと？義父に事情を説明された夫はみるみる表情をこわばらせた。義父は義母と義妹にこう聞いた。ところで、かすみさんが倒れる直前に言ってたこと、あれはどういう意味だ？お母さんとの決まりとは。義母は義父に真正面から睨まれ、思わず視線を落としていった。それは家の掃除とか家事をやらない前に食事はさせられないっていうか。義母の言葉に夫が噛みついた。なんだよそれ。かすみお母さんたちの奴隷にしていたってことか？夫は母親につかみかからんばかりの勢いでそう言うと、聞いていた義父が静かに言った。かすみさんが退院したら、めぐみさん、かすみさんの実家へ返すことにしよう。めぐみという名前を聞いて、義母がさっと顔を上げて義父を睨んで言った。めぐみさんって、いまだにそんな風に名前で呼ぶのね。なんていかがわしいの？めぐみというのは、実は私の母の名前だった。これは本当に偶然のことで、とても驚いたのだが、私の母は義父と大学のサークルが一緒の一つ年上の先輩だった。結婚の挨拶で親同士を紹介したとき、母が義父に気がついたのだ。義父はいかがわしいという義母の言葉を無視して続けた。めぐみさんは母一人子一人なのに、
かすみさんがうちで同居することに賛成してくれたんだ。だから本当なら嫁として大事にしなきゃいけないのに、お前たちはあろうことか奴隷のように使ってろくに食べさせないとは。これは虐待だぞ。恥を知れ。私の母は、私が5歳の時に夫を亡くし、以来一人で私を育ててきた。結婚の顔合わせで再会した義父と母は懐かしさで話が弾んだ。そして実は母は当時の義父が密かに憧れていた人で永遠のマドンナだったらしい。それを知った義母は面白くなかったようだ。そんな激しい嫉妬心から夫のマドンナだった女性の娘である私を追い出そうといびり続けたらしい。義父と夫がほぼ同時期に仕事で家を出なければならない時、義母にとってはまたとないチャンスだったのだろう。激しくいびり続ければそのうち音を上げて実家に帰るに決まっている。息子もきっとそんな嫁に愛想を尽かすと思っていたらしい。ところがここで全く予想していなかったことが起きて、義母は驚愕することになった。それからお前とは離婚する。もう限界だ。義父が静かにそう言うと、義母はあまりのショックに目を見開いて義母にすがりついていった。どうしてよ。私がもう美しくないから？ 60 過ぎておばあさんになったから？もう私に価値はないっていうの？義父はゆっくり首を横に振って前々から妻の身勝手さとわがままに並行していたことを伝えた。お前が長年私を支えてくれたことは認める。でも息子の嫁にここまでのことをするお前をもう愛することはできない。一緒に年を取っていきたいと思えないんだ。義母は義父から離婚を言い渡されるとは思っていなかったらしく、しばらく泣いたりわめいたりして暴れた。義父は取り乱した義母に顔をしかめ、私の回復の邪魔になるからと家に連れて帰った。義妹は一人残って誰に言うともなく言った。何これ？私はどうすりゃいいのよ。おどおどする義妹に夫が言った。お前もとっくに大人なんだから、いつまでも親に寄生してないでどうにかして生きていけ。言っておくが、俺たちは霞の退院後、母さんがいる家に戻ることはない。あとは自分で決めろ。兄にそう言われた義妹は子供みたいな足取りで病室を出て行った。その後、義父は住んでいる家を妻に名義変更すると、小さなボストンバッグを一つだけ持って家を出たらしい。私は退院後、母の待つ実家に帰り、ゆっくり静養することになった。夫はあと半年もしたら本社に戻れることになったらしく、帰ったら私の実家を2世帯住宅にしようと言ってくれた。義妹はというと、父親が出て行ったことで情緒不安定になった母親と一緒に暮らすのは得策ではないと判断したようで、一人暮らしを始めたらしい。ところが料理をしたこともなければ一人で起きることもできない生活力のない義妹は、やがてバイトを休みがちになりクビになったそうだ。義母は娘も出て行き、たった一人で大きな家に取り残され呆然としていたが、ある日届いた家の税金の知らせに腰を抜かしたらしい。大きな家を夫から相続したものの、税金についての知識が乏しく、税金を払うために義母は働きに出なければならなくなったという。結婚以来働いたことがなかった義母に務まる仕事は駅のトイレ掃除だったそうだ。夫が実家に残した荷物を取りに行った時、義母にそんな話を聞いたという。その時家を出たはずの義妹がちょうど実家に帰ってきたらしい。結局妹も一人で生きていくことはできずに母親に寄生していくみたいだ。まあ似た者親子だから二人でどうにかしてやっていくだろう。その後しばらくして私たちに待望の子供が生まれた。海外で一人暮らしをしながら仕事をしていた義父がその知らせに喜んで初めての孫に会いにやってきた。私の母が義父に言った。まさかあなたと一緒に孫の誕生を喜び合っておじいちゃんおばあちゃんになるなんてね。不思議な縁ね。母にそう言われると義父がかすかに赤くなっていった。
嬉しいです。めぐみさんと一緒に孫の成長を見守れるなんて。それから義父は孫というより私の母に会いに来るようになり、楽しいお付き合いが始まったようだ。二人ともいろんな苦労をしてきた分、これからはぜひ幸せになってもらいたいと思った。子供がもう少し大きくなったら、母と夫と4人で義父の住む海外の町に遊びに行くことになっている。辛い思いもしたが、今私は本当に幸せだ。